ご視聴ありがとうございます。今回は、とある地下鉄の駅の裏側に迫ります。一見普通の乗り換え駅に漂う違和感の理由と、入れない通路の裏にある幻となった計画の正体を解説します。突き当たりが壁になった謎の分岐が目指した先とは、一体何だったのでしょうか。ここは、中部地方最大の駅、名古屋駅です。人で賑わう新幹線改札を出て私が乗るのが、この駅で接続する路線の一つ、名古屋市営地下鉄桜通り線。真っ赤なラインカラーが特徴のこの路線は、市営地下鉄で最初に開業した東山線のバイパス路線として、1980年代後半から建設された路線です。建設されたのが他の路線より後のため、中心部の各駅は地下深くにあります。列車が到着するときは通路も混みますが、それ以外では寂しい感じです。階段を何回も乗り継ぎ、ホームに降りてきました。各駅のホームは8両または6両分あるものの、今のところすべて5両編成で運行されており、使われていない部分はホームドアがありません。島式ホームの駅ばかりなので、車両の運転台は右側に寄っています。私がここから向かうのが、名古屋駅の2つ隣にある丸の内駅。同じ市営地下鉄の鶴舞線と接続しています。名古屋駅から2駅3分、丸の内駅に到着です。中心街の駅ということと、コンパクトな設備が混雑を助長した東山線への反省か、ゆとりのあるホームです。なお、桜通り線のホームは地下4階、深さ24メートルの位置にあり、名古屋駅よりも深いばかりか、市営地下鉄の駅では最も深いです。両線のホームは L 字の配置で、連絡通路はホームの後ろ寄りにあります。桜通り線のホームを延々と進み、連絡通路を目指します。幅の広いホームですが、連絡通路は片側に寄っており、右側に見えるこの壁が、おおむねホームの中央です。この通路にはエレベーターもあり、バリアフリー対応です。L 字型ということで単純な構造に思えますが、動線は意外と複雑。エスカレーターで上の階層に上がって右に90度折れ、さらにもう1階層上がります。この場所で後ろを向くとこの通り。ここで一旦、エレベーターは動線が離れます。そこからさらに左に90度折れてもう1階層上がり、最後に再び右に曲がります。1回で曲げることもできそうですが、都合3回曲がるややこしい動線。そしてここで内装の色が変わり、先に開業していた鶴舞線の仕様になります。右から合流する点字ブロックは、先ほど分かれたエレベーターの動線です。通路のクランクは一旦ここまでですが、しばらく進むと、通路が柱を挟んで左右に分かれます。ただし鶴舞線乗り場の案内は、向かって左側にだけあります。というわけで、柱の右側に進みます。するとその右側から、壁を挟んで別の通路が接近してきて、こちら側はどんどん狭まっていきます。奥ではかろうじて向こうに出られますが、これなら左側だけに案内があるのも納得です。この右側にあるのは、鶴舞桜通り両線を改札の外で結ぶ地下通路です。そしてこの奥、ようやく見えてきた階段を降りたところにあるのが、鶴舞線のホーム。両線とも島式ホームなので、連絡通路は一旦鶴舞線のトンネルを乗り越える必要があったというわけです。鶴舞線丸の内駅の開業は、1981年11月。その8年後、89年9月に開業した桜通り線のホームに比べて、古めかしい感じが漂います。巨大な駅名板や段違いに3つ並んだ広告板は、名古屋市営地下鉄のうち建設時期の早い路線の駅でよく見られるアイテムです。天井には昭和が全開のアイテムもあり、こちらのホームにはホームドアもまだありません。ただ、建設時期による内装の違いはあるものの、ホーム自体は至って普通。改札階までを結ぶ階段は2つあり、間にはエレベーター。一番端まで進んでみても、特に変わったところのない、普通の島式ホームです。なお、ホームの両端が余っているのは、20メートル車8両での運行に対応しているのが理由。ただしこちらも8両にはなっておらず、全列車が6両編成です。2つの路線が接続するだけに見えるこの駅の特徴その1が、先ほど通った連絡通路の下にあるトンネル部分。走り去る列車を見送ると、車体の左側に空間があります。さらに近づいてみると、
ホームを出たところで線路が左に分岐し、単線のトンネルが奥へと伸びているのが見えます。そう、これこそがこの駅の特徴の一つ、鶴舞線と桜通り線をつなぐトンネルです。鶴舞線ホームの南側で分岐したトンネルは、西へ曲がって桜通り線のトンネルを乗り越え、ホームの裏で営業線路と同じ高さまで降り、引き上げ線につながります。冒頭ではスルーした桜通り線のホームの端からは、トンネルが右側に分岐して引き上げ線につながっているのが見えます。その手前ではトンネルに斜めの線が入っており、急勾配で線路が高さを変えているのがわかります。ちなみにこの連絡線のポイントは交換工事中で、奥では懐中電灯の光が見えます。これらの路線は両方とも基幹が 1067mm で、架線から電気を取り入れます。車両の規格や走行方式が同じため、桜通り線の車両が重整備を受ける際は、この連絡線を介して鶴舞線を走り、赤池駅の隣にある日清工場とを行き来します。名古屋市営地下鉄の路線のうち、線路がこうした連絡線でつながっているのは、鶴舞桜通りの両線のみ。互いの線路をつなぐことで、車両の整備のたびにトレーラーなどで運ぶ必要がなくなり、コストと手間を減らせます。路線を複数抱え、規格の問題をクリアできる事業者ではよく見られるもので、国内では東京や大阪、札幌にも同じような連絡線があります。構内図を見ると、連絡線のトンネルを二段式にして作った通路の特徴的な曲線がわかります。トンネルをなるべく道路下に収めるため、レイアウトにはかなり気を使ったようです。そして改札内通路から鶴舞線ホームに降りる階段のあたりから逆を見ると、このトンネル構造がよくわかります。奥に続くのが連絡線のトンネルの上側を使った改札外通路で、この先で桜通り線の改札につながっています。そして右側では、島式ホームの端で線路間隔が狭くなるため、右端の壁が奥で左側に寄っています。ただしこの駅の裏にあるものは、これだけではありません。改札外通路を使って、先ほどとは逆に桜通り線の改札を目指します。連絡通路の側壁は分岐器のところでカクッと折れた後、トンネルの曲線に合わせて曲がっており、実にわかりやすい構造です。そしてここで、トンネルの内装が新しくなります。鶴舞線が開業した81年にはすでに桜通り線の計画があったため、連絡線の一部やトンネルの交差部分は事前に施工され、桜通り線開業時に生かされています。連絡線自体は桜通り線のトンネルを乗り越えるところまでカーブしているのに対し、通路は途中で桜通り線に向きを合わせるため、ここでカクッと折れています。普通に歩いているだけだと不思議な通路ですが、先ほどの図を見てからだと、その理由がよくわかりますね。そしてその先で左半分が階段で降りるのに対し、向かって右側にはエレベーターがあります。階段を降りた先にあるもう一つの階段の横にはスロープがあり、改札外通路もバリアフリー対応です。ところがその先に、謎の空間が、通路の右半分が仕切られ、正面には扉。その奥には、もう一つ下の階層に降りる階段があります。照明は少なく床面はすすけており、展示ブロックにも埃が積もっています。この通路が進む先は、桜通り線のホームと、桜通り線側の改札に挟まれた階層。序盤では経由しなかった、ホームの一番前にある上り階段を進みます。幅の広い階段を上がると、反対側からの上り階段と合流。改札は左に曲がってさらに上がった先ですが、この右側に、先ほどの古びた通路の続きがあります。桜通り線の改札内から分岐し、改札外の連絡通路に抜ける動線。これだけだと意味がわかりませんが、この謎を解く鍵が、改札外通路に食い込むもう一つの動線。先ほど通った通路が折れているところの右横には、鶴舞線と桜通り線をつなぐ連絡通路のエレベーターがあり、改札内外がガラスの仕切りで区切られています。そして床面を見ると、タイルの区切りが乱れており、細いタイルが線状に続いています。まるで通路を2つに区切るように。実は、現在改札内外に1つずつある連絡通路のうち、改札内のものは、かつては2つあったのです。桜通り線のホームと改札の間の階層で分岐したこの通路は、改札口や改札外通路の真下を進み、地上への出口をやり過ごしてから改札外通路に並びます。そして先ほどのエレベーターのところで改札外通路から分かれ、私が序盤で通った改札内通路に合流します。
この図だと角度の関係で微妙にわかりにくいですが、一連の流れは、鶴舞線から桜通り線へ実際に進むとよくわかります。旧改札内通路が分岐する階層からさらに階段を上がり、一個上の階層にある改札を出ます。なお、この先で通路が高さを下げるのは、真上で交差する道路との兼ね合いのようです。そして高さを戻したところで、旧改札内通路が合流。かつてはここから先、連絡線のトンネルの上のあたりまでこの通路は左右に仕切られており、中央にあった仕切り壁の痕跡は床面のタイルや天井の仕上げに残っています。中盤でも見たこの場所で、改札内外の通路は分かれていきます。改札外通路は連絡線の上をカーブしていくのに対し、旧改札内通路は細い道を進み、序盤で進んだ改札内通路に合流するというわけです。改札内通路が2つあって便利に見えますが、かつてのこの動線には、ある問題がありました。改札内の2つと改札外の1つ、これらの動線にはいずれもエレベーターがなく、バリアフリー化ができていなかったのです。その課題を解決するため、改札内通路のうち長い方を廃止してエレベーター1基を設置、改札外通路をバリアフリー化。同時に改札内通路にもエレベーターを2基設置し、改札内もバリアフリー化しました。序盤で通った改札内通路をよく見ると、2基の改札内エレベーターのうち、桜通り線ホームから上がる方は既存の通路からスペースを捻出し、鶴舞線へつながる部分はトンネルを新たに掘ったらしいことが伺えます。既存のスペースだけでやりくりできた改札外通路に対し、改札内は苦労が多かったようです。そして転用された場所は改札内と改札外の動線にそれぞれ取り込まれましたが、この部分だけは双方にまたがることになり、あえて改札機を置く意味もなかったことから、仕切られた上で使用停止となったのです。そして現在ではその役目を終えて分断されたこの通路は、今も残っている方よりも明らかに遠回り。この少々謎な通路には、歴史に埋もれたもう一つの意図がありました。実はこの通路、鶴舞線と桜通り線をつなぐだけでなく、もう一つの路線をもつなぐ予定だったのです。今では2路線が乗り入れる丸の内駅では、東側にもう一つの路線が計画されていました。それが、地下鉄7号線。1972年の都市交通審議会の答申で示された路線で、北の上飯田から南の金山までを結ぶものでした。その後、1992年の答申ではルートが一部変更され、2003年には上飯田平安通り間が上飯田線として開業したものの、他は未成線となりました。ただし、1980年代に建設された鶴舞桜通り両線の丸の内駅は、72年の答申を踏まえた構造になりました。すでに廃止されたあの通路は3路線の接続駅となることを前提にしたもので、鶴舞桜通り両線と7号線をつなぐものだったのです。そして桜通り線側のトイレは、先ほど見たあの通路が分岐する階層にあります。改札内のトイレはホーム階か改札外に置くのが一般的で、他の2カ所は鶴舞桜通り両線の改札の外にあります。また、このトイレがある場所にはエレベーターやエスカレーターが一切ないため、利用できる人が限定されます。これは桜通り線から7号線、あるいは鶴舞線から7号線に乗り換える人のために用意されたもののようです。そして7号線を含む計画の痕跡は、これだけではありません。序盤で足を運んでみた、鶴舞線のホームの端の部分。その先には、本線から右に分岐するトンネルがあります。映像だとわかりにくいですが、突き当たりは壁になっています。実はこれが、7号線と鶴舞線を結ぶ、連絡線になる予定だったトンネル。駅の北側に連絡線を設けることを前提に、分岐部分を先行して作ったというわけです。鶴舞線建設時に作った連絡線の構築物のうち、桜通り線側は8年後に供用されましたが、こちら側は7号線計画がおおむね消滅したため、活用されずに残ることになりました。そしてこの駅の構内図では、連絡線の曲線に加え、この部分の出っ張りも再現されています。ホーム階の図や避難経路図も同じで、結構細かいですね。一見すると平凡な乗り換え駅には、効率化のために作られた連絡線ともう一つの新線計画、そして幻に消えた計画の痕跡があったのです。名古屋駅から2駅3分の近さなので、名古屋に来た時はぜひ行ってみてくださいね。ご視聴ありがとうございました。